皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年11月26日に ZEP 羽田で開催されました ZEP ツアーファイナルとなる ZEP 羽田 Day2 の球児に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。ZEP ツアーのファイナルを飾るお球児であるとともに、2024年のお球児という意味でもファイナルとなるお球児です。ですので、情報としては非常に盛りだくさんでしたので、過去最長動画になってしまっています。それで40分を超える動画は私の PC の問題なのか、動画編集ソフトのクリップチャンプの問題なのか、動作が非常に不安定になって編集できなくなってしまってまして、大変申し訳ないのですが、今回は前半と後半に分けさせてもらっています。ですので、今回は前半 MC2 の終わりまでの動画となっています。もったいぶってるわけではございませんので、何卒ご容赦願います。それでは2024年最後となるお球児のレポートをさせていただきます。昨日の Day1 はものすごくいい天気だったのですが、さすがに2024年ファイナルのお球児ともなると、サイちゃんの気合は最高潮だと思いますので、お球児の頃には大雨になりそうな天気予報です。昨日の Day1 の興奮と、最後3曲連続でのジャンプ曲で酷使した膝とふくらはぎと足の裏の痛みを感じながらホテルで朝を迎えました。私的には同じ会場での 2days は初めてですので、なんか新鮮な感覚です。ホテルでサービスの朝食をいただいて、昨日のレポートをまとめつつ10時になったので、部屋の清掃に入ってもらうべく、朝食後の散歩を兼ねて会場を見に行きます。ZEP 羽田に着くと、もう知り合いのお名手様たちがいたので、いろいろ話したりしてると、物販に並び始める人がいたので、そのまま並んでしまいます。先頭から8人目くらいに並びます。まだ11時くらいです。物販開始まで3時間です。早すぎるやろうと思いましたが、いろいろ話してたら結構時間が経って、13時半くらいになった時に、何やらでかい提灯が運び出されてきます。六本木のザ・ウォーニングとの対バンの時に、ひときわでかい提灯、バンドメイドって書いてあったのは一つだけの提灯です。なんと9時の当たりに加わるということです。9時のポスターに手書きで、大当たりウルトラビッグ提灯、持ち帰り袋もつきますって書き加えられてます。これは物販並んどいてよかったってなりました。私も含めそこにいたお名手様たちが写真を撮りに行くのですが、さすがに大きすぎるし重すぎるのか、なかなかうまく吊るせず、スタッフの方たちが苦労されてます。そこで現場にいたニッシーさんがなぜか、お前ら散財する準備はできているかって叫ぶので、私も含めその場にいたお名手様たちが手を振り上げて、おおって叫ぶというなかなかシュールな場面となりました。ところが実はこの時の模様が後でお給仕中の MC で語られます。びっくりです。詳細は後ほどつぶやきます。まあそんなこともあって、早くから並んでいてよかったなと思った次第です。それでいよいよ物販開始時刻の14時になって、今回もご当地 T シャツと当然提灯を当てるべく ZEP ツアーくじ10枚購入することにしました。慎重に盲牌して選んだくじの結果は、残念ながら提灯もサイン入りアイテムも当たりませんでした。残念。それで15時ぐらいになったので、一旦ホテルに戻ってくじの景品を置いて、ご当地 T シャツに着替えて再度会場へ向かいます。X のポストを見ると、すでに提灯を当ててる人がいます。しかもよく見ると、提灯よりもそれの持ち帰り袋が、なんと明朝画伯の絵が描かれているものです。これ、提灯もすごいけど、袋がその100倍ぐらいの価値ありますやん。当たった方羨ましすぎるってなりました。なので、もう提灯はないのですが、2回目の物販並んで、またくじ10枚引いてしまいました。結果は、またまた大当たりなしでした。まあそんなもんですよね。くじを引くのも今年最後なので、悔いのないようにという感じでした。で、この日もニッシーさんが来られているので、この日は駐車場ではなく、会場の前で集合写真を撮ってもらいます。今回もめちゃくちゃ人多かったです。ファミリーがすごく増えてきている感じがしますし、年齢層も広がってきているように思いました。あと、超絶ハイクオリティのサイちゃんコスプレで有名なメメさんと、そのコスチューム制作者のルルコさんが民女のコスプレで来られてたので、夢の共演をしてくれます。もう本物としか思えないクオリティです。それを写真に撮る人たちが群がって、コスプレイヤーに群がるカメラ小僧のようになってたのも面白かったです。しかし本当にクオリティやばすぎました。ぜひ晩目さんたちも見てほしいと思いましたね。まあそんなこともあって、あっという間に入場の時間が迫ってきました。私の今回の正番は A995 番とお名手様先行で取ったチケットとは思えないほどの奥ゆかしい正番でしたので、ベンチに座ってみんなが入場していくのを見ながらゆっくりと待ちます。
最後の入場時は20番ぐらいずつ呼ばれるので、呼ばれた途端にできるだけ早く入りました。お嬢様エリア側から入ると比較的前方に行けるとのお名所様情報があったので、下手側から入ったのですが、今回はお嬢様エリアが上手でした。お嬢様エリアが上手なのはかなり珍しいです。でもミサさん前の18列目くらい、3本目の柵前くらいに滑り込めましたので、995番にしては良い位置をキープできたと思います。ただ前に背の高い海外お名手様がたくさんおられて、視界はかなり悪い状況でした。なのでこの日は2024年最後のお給仕ということもあり、単純に飛び跳ねて楽しむことにしました。ですのでメンバーの振る舞いとかも見えずメモれずでしたので、この後のレポートは薄い感じになってしまうことをご容赦願います。ステージはやっぱり当然半透明の白い幕が降りてますね。定刻の18時を5分くらい過ぎて BGM が止んで、会場は歓声と拍手に包まれます。SE が流れてきて手拍子となって、白い幕にニーナ城が大きく映し出されます。私的にはもう4回目ですが、これが最後になりますので、感慨深くニーナ城を眺めながら手拍子で盛り上がります。幕の後ろに番目さんたちが入場してきて、さらに大きくなった歓声の中 SE が終わって、いつもの緊張感と期待が入り混じる静寂が訪れます。静かになった会場にサイちゃんの歌声が響いてきます。ゼップツアー不動の1曲目はフォビドンテールです。幕に歌詞が大きく映されるわけですが、今更ですがよく考えると、これだとサイちゃん歌詞間違えられないんで、変にプレッシャーかかるのではと思ってしまいましたね。結果4公演とも完璧でしたが、会場のチャントや手拍子、手を挙げて盛り上がるところ、あの歓声上げるところ、会場はこなれにこなれてさらに完璧になっていました。ミサさん側に見ると、この曲でもミサさんのベースラインの大きさと激しさがより感じられます。ばあちゃんのサビ前のドラムフィルもすごいです。これでサビの最後のところではジャンプしてしまいます。ジャンプ曲ではない感じなんですけどね。フォービドンテールはお給仕で見て聞けば聞くほどさらにスピードが増していきます。皆さんもそうですよね。とにかくこれで体もメンタルも完璧なお給仕仕様にセットアップされます。続けての2曲目は Day1 と同じくエンドレスストーリーです。ここでイントロ開始とともに幕が上がって番目さんの姿を確認しながらのシンガロングです。ミサさん側ということもあってミサさんのベースがものすごく響いてきて、やっぱりミサさんのベースラインがバンドメイド味を出してるなぁと感じました。特に2メロのベースラインはたまりませんね。当然小畑さんのピックを持って上げる右手は似てしまうわけですが、小畑さんの手というか腕ってなんであんなに可愛いんでしょうかね。って私だけかもですが、C メロの時のミサさんのベースラインはめちゃくちゃ味わい深いですし、そこから続くラッサビへの盛り上がりは至高です。それで最後のミントのギターに乗ってのアウトロでのシンガロングで、もうステージと会場は完全に一体化します。最後サイちゃんのボーカルで締まって大歓声となります。サイちゃんのありがとうで泣きそうになります。ここでミサさんがベースを黄色というかクリーム色のやつに持ち替えてました。続けての3曲目はシャンブルズでした。やっぱりミンチョが前に出てきて凶暴なリフをかき鳴らしてくれます。会場も全力でのチャントで騒ぎます。お給仕のシャンブルズは本当に騒げる感じでめちゃくちゃ気持ちいいです。それで2メロ終わりのあーちゃんのバスドラが響くソロ前のところは来るぞって感じになってミンチョのギターソロに入るところが大好きです。会場も思いっきりちゃんとして盛り上がって落ちメロの手拍子となります。それでだんだん盛り上がっていくところの小畑さんのバックボーカルいいですよね。大好きです。それとラスサビに入るところでのミサさんのベースのドライブがものすごいです。で最高に盛り上がるラスサビから人間バーンで採用がうまはのところになって、最後サイちゃんのはっで大歓声となって終わります。それでイントロが流れてきます。4曲目はセンスです。イントロで満杯の会場から大音量のチャントが響きます。ミサさん前にいるのでどうしてもベースラインが体に響いてくるのですが、 B メロの時のベースがすごかったですね。それでサビのいっそのところで手を上げてヘドバンするところで軽いトランス状態に入れます。ギターソロ前の C メロで手拍子で盛り上がってミントのギターソロ、落ちメロのところでのミサさんのベースを堪能します。3サビ前の一拍間を取るところも今回はきっちり対応できました。それでセンスはやっぱりアウトロというか曲の終わり方がかっこよすぎます。今更ですがミントって曲の終わらせ方めちゃくちゃうまいと思いました。5曲目はプロテクト U でした。ここまでは Day1 と同じセトリですね。同じセトリもそれはそれでありがたいです。準備ができているので繰り返しと同時に全力で乗れますしね。特にこのプロテクト U みたいに初っ端からシンガロング必要な曲はなおさらです。でも前にも言いましたが、このララララララ難しいんですよね。
なんかコツとかあれば教えてほしいです。しかしこのプロテクト U って曲全体的にめちゃくちゃキャッチーですよね。やっぱりアニメの曲として使われるからなんでしょうけど、それを狙って作れる人情ってやっぱりすごいんだなと思いました。本当に気持ちよく乗れます。最後のあーちゃんのブラストビートとサイちゃんのウララを堪能して曲終わりとなります。曲終わりでコバトーとかサイちゃんとかミサーとか緊張法とかって会場からの叫びが鳴っていて、私もあーちゃんとか叫んでるところにコバトさんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽーゼップツアーファイナルっぽーで最初の MC となって会場から大歓声が上がります。で続けてインゼップ羽田来るっぽーでまた大歓声となります。それで小畑さんのたくさん来ていただいて誠にありがとうございますっぽー、この詰め詰めの感じ分かっていただけていると思いますが、ソールドアウトありがとうございますっぽーで満員の会場からの大歓声です。平日ど真ん中のソールドアウトは本当に嬉しいですね。あと暑くなるので水分補給忘れないように的な注意をしてくれて、いつもの最高の夜にする準備はできてますかっぽーで会場は大歓声で答えて、続けていつものに行くと思ったら、なんか小畑さんが確かメンバーの方を見ていけるっぽーみたいに確認してます。会場からは温かい笑いが起きてました。で改めて今日はファイナルですからっぽね、私たちも気合を入れてやってまいりましたっぽ、ご主人様お嬢様と素敵な夜にしたいと思いますっぽ、それではでいよいよ来るかと思っていたら、ようこそでまた小畑さんがみたいになって一瞬止まってしまいます。でも特に問題はなかったらしく、再度改めてようこそバンドメイドのお給仕へで次セクションに入ります。なんか小畑さん可愛かったですね。MC 明けの6曲目はなんとノーゴッドでした。ここで瀬戸りを変えてきました。昨日の今日で順番変えるだけでもすごいと思いますね。昨日膝を破壊してくれたノーゴッドを前半に持ってきてくれてます。まだ体力のあるうち、膝が大丈夫なうちに一番のジャンプ曲が来てくれました。昨日の経験からスマホを入れたズボンの後ろポケットはボタンを閉めて飛び出さないようにしていますので、心置きなくジャンプできます。ということでジャンプとちゃんととシンガロングで思いっきりノーゴッドを楽しみます。それで昨日は不意をつかれたので、今回の楽器隊セッションを堪能しつつメモりました。やっぱり小畑さんのギターソロで始まりまして、ミサさんが加わり、最後にはミンチョも入ってきます。それで3人がお立ち台に立って演奏する形です。いやいや素晴らしいです。最後は短いドラムソロがあって、さえちゃんのゲッダウンから通常のミサさんのベースソロに入ります。それで続く落ちメロで思いっきり手をかざして、ラスサビからアウトロで全力ジャンプとちゃんとで曲終わりとなって大完成です。それでよく考えたら、この最初の MC 明けの6曲目は全てギターバトルがある曲で、4回全て違う曲でやったということですよね。これって何気にすごくないですか？主人様お嬢様をお給仕で楽しませる気が満々です。素晴らしすぎます。サイちゃんの悟り構成って天才的だと思いましたし、それを完璧にパフォーマンスできるメイドさんたちも出動しています。それで続けての7曲目はなんとのプレイです。神奈川県民ホール以来となります。お給仕でのプレイは大好物ですし、最初からみんなが前に出てきて煽りに煽ってくるのが本当に大好きで、会場からも全力のちゃんとで答えます。私の大好きな小畑さんがくるって回るのはやってたかどうか見るのを忘れてしまいました。これも以前の動画とかで何度も言ってしまってますが、さえちゃんがこの曲をかっこよく歌えること自体がすごいと思っていますし、小畑さんとさえちゃんのキャッチバーでハンザークがめちゃくちゃ好きなんですよね。もうプレイはお給仕で見て聞くと本当に楽しいですし、久しぶりのイエイ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 ウォー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 も叫びました。あと途中でミントとミキさんが下手で演奏してさえちゃんを張り手で歌うという形になってましたね。演奏して歌っているバンドさんたち楽しそうでした。曲終わりの大歓声に続く8曲目は Go Easy でした。最初から全力でのシンガロングです。この曲ってバンドメイドらしいなって感じるのですが、この曲はビートが少し特殊な感じだからかなと思ってしまってます。全然音楽理論とかは持ってないのですが、2ビートなのか8ビートなのか3連なのか、またはそれらが混ざってるのかみたいな感じがして、変態リズムが好きな私にはたまらない曲の一つになっています。あと前の動画でこの曲のあーちゃんのドラムがすごい時だと一度やってましたが、リサさんのベースもものすごいですね。ミンチョのギターソロも引き下がる感じで迫力ありますし、その後の落ちメロでの手拍子も大好きなところです。で、そこから盛り上がってラスサビ、アウトロでのシンガロングで曲終わりとなって歓声が上がります。ここにミンチョのリフが来ます。また大歓声が上がります。9曲目はドミネーションです。
当然この曲もみんなが前に出てきて、サイちゃんが思いっきり煽ってきます。またまた初っ端から全力のチャントです。ドミネーションのプレイってワールドドミネーションの飛車角だと思っている私にとってはエピックナラティブズお披露目のツアーではありますが、もうワールドドミネーションも堪能できた気分になりました。それで思いっきりハローハロー叫ぶわけですが、このセクションはシンガロング曲が続いてますので、声出す体力も残りわずかな感じになって声も枯れてきてしまってます。でも本当に楽しいので、ちゃんとしたりシンガロングしたり踊ったり手を振り上げたりするのはやめられません。これがバンドメイドの奥行きだなぁと感じながら楽しみました。それでラスサビのハローハローからアウトロのちゃんとでミントの超盛り上がる最後のギターと最近のかっこいい締めで曲終わりで大完成です。もう汗も止まらない感じになっています。ここで小鳩さんがアコギに持ち替えて10曲目となるメモラブルが始まります。ここまで酷使した喉と腕と足腰を少し休めながらサイちゃんの癒される歌声に聞き入ります。ダッシュを繰り返した後にジョギングしている時のような心地よさです。ステージは暗く、みんなにそれぞれスポットが当たるエモい演出です。ミサさん前にいるからか、こんなにしっとりしたバラード曲なのにミサさんのベースラインがものすごく響いてエモかったです。もうこのベースライン聴いてるだけでも幸せな気分になります。もちろんあーちゃんのドラムも超味わい深いですし、小鳩さんのアコギはもちろん、ミンチョのリフとエモいソロも最高です。ラスサビでのサイちゃんのフェイクを堪能して曲終わりとなります。フェイクがいつものところの前にももう1箇所あったような気がしました。続けての11曲目はレターズトゥーユーですね。お給仕での清涼剤みたいな曲という前回のつぶやきにコメントで賛同いただいた方がおられました。ありがとうございます。この曲もリズムがところどころ変わるというか緩急がある感じも好きですね。静かで綺麗な感じの曲なのに、やっぱり B メロの時のあーちゃんのバスドラとフロアタムが私的にはドハマりです。ギターソロ終わりでの C メロの小鳩さんのリズムギターも好きなところですし、ラスサビからアウトロでのボーカルも大好きなところです。この曲は激しい曲とバラード系の静かな曲の間に持ってきて、お給仕全体の構成として盛り上げていく時や落ち着かせていく時とか MC の前後とかにすごくいい曲なんじゃないかなとも思いました。ということで、ここから2回目の MC となります。サイちゃんがいきなり羽だーって叫んで歓声が上がります。それで続けてサイちゃんが盛り上がってるかーで会場からうおーって歓声が上がって、楽しいかーでまた会場はうおーって返します。それで嬉しいかーってちょっと疑問形で聞いてきた感じになって、まあ嬉しいのでうおーって返します。それで続けて悲しくはないかーって聞いてくるので、一瞬私の脳内で悲しいかではなく悲しくはないかなので、あ、いいんだっていうのをほぼ一瞬で考えてうおーって返します。会場全体が多分私と同じような感じになっていたと思われます。小鳩さんも一瞬イエーって言っていいやつか悩んでる方いたっぽーみたいに代弁してくれます。サイちゃんは失礼しましたーみたいに言っていたと思います。すると会場から雨降るよーみたいな声が上がって、サイちゃんはああ知ってるよーみたいに返します。小鳩さんはやめてあげてっぽー、サイちゃんがそれだけ今日楽しみにしてたってことっぽーみたいにサイちゃんをかばってきます。で、サイちゃんがそれを受けて、だって今年最後ですもんって言ってきて会場から大歓声が上がります。で、小鳩さんが今年1年も早かったっぽねって言ってきて、サイちゃんもそうだよ、あっという間だったよって返します。それでサイちゃんが続けて、あと1ヶ月あると思えなくて2、3日で終わるように感じるみたいなことを言って、小鳩さんからすごい年末に言うんだっぽねとか言われます。で、サイちゃんがだってこれからやることいっぱいあるからみたいに言って、小鳩さんも今年中もいっぱいあるっぽよとか、言えないこともいっぱいありますっぽとか、期待が膨らむことを言ってきます。小鳩さんはこうやって匂わせとこうかなとか言ってました。で、続けて小鳩さんが来年もご主人様お嬢様に喜んでいただけることがいっぱいあると思いますぽーっとさらに匂わせてきて会場から歓声が上がります。で、今回もサイちゃんがここの MC ちょっと長いですよって言ってきて、昨日の長い MC が頭をよぎります。実際めちゃくちゃ長かったです。で、小鳩さんがまずは皆さんお気づきですっぽねとか言ってミンチョが呼ばれて前に出てきます。会場は当然分かっているので大歓声になります。で、小鳩さんが促してせーのとか言ったので会場からミンチョとかカナミとか叫ばれます。この統一感がないところがいい感じです。私はミンチョ派ですね。それを受けてサイちゃんがミンチョ派とカナミ派がいますねとか、小鳩さんも綺麗に半分くらいに分かれてるっぽーとか言って感心してました。それでサイちゃんがマイクを持って、そのマイクに向けてミンチョがめちゃくちゃ元気な感じで、
皆さんこんばんはって言ってきたので、会場からこんばんはって返すのですが、どう聞いても小畑さんの好きなお笑いコンビ錦鯉の長谷川さんみたいになってて、それに気づいた何人かが両手を広げてこんばんはってやってましたね。私もやってしまいました。それでさすがに2回目ということで少し余裕ができたのか、ミンチョはお立ち台に立った時は自分でマイク持ってましたね。で、ミンチョが今日は何だったかなとミンチョらしいナチュラルボケを入れてきてくれて、最近大変嬉しいことがありまして、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、PRS から私のシグネチャーモデルが出ましたで、会場は祝福の大歓声とおめでとうの声が上がります。それでミンチョが日本人初ということで大変名誉なことですって言ってまた大歓声となります。それでミンチョが感極まった感じになって、小畑さんがまたミンチョ泣いちゃう、昨日も泣いちゃったっぽー的なことを言ってましたね。で、ミンチョが今日はちゃんと説明したいということで、ティルトトップというボディですごく貴重なものみたいで、この前のイベントの時にポールさんからティルトトップってもう PRS の本社の工場にしかないので、それを全部使っちゃうねって言ってくださったということを教えてくれます。すごいですね。ということはあの200本でもう作れないということですよね。当然会場からは驚きも混じった大歓声が上がります。それで小畑さんがこちらのお色は何て言うんですかポーってミンチョの丁寧な喋り方が映ったみたいな丁寧な感じでミンチョに聞いて、ミンチョがトランパスグリーンなんだっけみたいになって会場から笑いが起きて、会場からスモークバーストって声が上がって、そうそうスモークバーストです MC 緊張するみたいな感じになってました。それで改めてトランパスグリーンスモークバーストというお色にさせていただきましたってミンチョらしいめっちゃ丁寧な言葉で教えてくれます。やっぱり育ちいいんでしょうね。で、初めて買ったギターがトランパスグリーンだったので、初心を忘れずに今後もどんどん頑張っていきたいと思ってこの色にしたという感じの説明をしてくれて、これからこの子のことをみんなどうぞよろしくって思いっきり叫んでくれて、会場からは当然大歓声が上がります。で、思いっきりの笑顔で以上ですって言ってお立ち台を降ります。でも小畑さんが続けて、ご主人様お嬢様手に入るんですかポーって聞いてきて、さえちゃんも手に入るんだよねとか言ってます。会場から売り切れって声がいっぱい上がって、小畑さんが売り切れたみたいですけど、手に入れられたご主人様お嬢様はいるんでしょうかポーみたいに聞いてきたので、またこの日も手を挙げることができました。日本で発売されたのは50本ということですので、その50分の1に入れたのは本当にラッキーでした。さえちゃんからおめでとうございますって言ってもらえて、ミンチョからはビッグラブって言ってもらいました。もう感激です。これでシグネチャーモデルの話は一旦終わってグッズの話になります。で、さえちゃんがまたいっぱい作っちゃってねーって変な言い方して会場から笑いが起きます。で、ついに番号がついたという話になって、小畑さんがなかなかバンドのグッズで番号を作ってないっぽねーとか言ってました。確かにです。で、さえちゃんがみんなのことが大好きだからいっぱい作っちゃったーって言って会場から歓声が上がります。で、まずは ZEP ツアーアートワークのニーナ城の T シャツの話になって、さえちゃんがニーナって名前、名古屋の時にかなみちゃんと2人で勝手に決めたよみたいに教えてくれます。名前を何にしようってなって、ミンチョがニーナがいいとかって言ったらしいです。海外でも日本でも可愛い名前じゃないみたいなことも言っていて、ほーみたいに関心の声を上げてしまいました。それで確かこの辺りでミサさん、あーちゃん、ミンチョの3人は後ろで遊び出してましたね。通常運転です。なんか小畑さんも下手の方でステージの前にいる方となんかやってたように見えました。多分小さい子とかがいたんだと思います。それでニーナはバンドメイドのミューズという説明をしてくれている時にサイちゃんが、今年は海外行けなかったんだけど来年は旅に出ますという予定があるとかないとかみたいなことを言って、バンドメイドが日本にいなくてもニーナがいるとみんな心細くないよね、まあそういうことにしといてくれるかなみたいなことを言って、会場からは笑いと歓声が上がってました。これで来年海外ツアーがあることはほぼ確定じゃないでしょうか。で、小畑さんがまだまだありますみたいに言ってきて、さえちゃんがバンドメイド服屋になったわけじゃないよ、ちゃんとバンドですってまた昨日とは違う味でボケてくれます。それで浮世絵 T シャツの話になって、小畑さんがまた右手を斜めに上げて少ししゃがむ感じの明らかに違うポーズをしてきます。で、すかさずさえちゃんがだから違うんだよなーって突っ込んできます。で、小畑さんが修正してきて、さえちゃんがそうそうそんなに上げてないんだよみたいになって、小畑さんもなかなか難易度高いっぽーみたいに言ってました。でも難易度高いのは皮膚にいっぱい描かないといけないからってポーズじゃなくて入れ墨の話になってました。それで次はローズティーの話になって、
サイちゃんがバンドメイドには珍しい白 T なんだけど、みんな黒ばっかり買うので白はあんまり人気ないみたいなことを言って、会場から白好きって声が上がって、サイちゃんがじゃあこれからももっと作っちゃうって言ってましたね。私も白好きなのでぜひ作ってほしいです。で、絵柄のバラの絵が実はデジタルで作ったものじゃなくて原画があるらしく、なぜかサイちゃんの家にあるらしいです。サイちゃんが見せる機会はないけどねみたいに言ったら、小畑さんがインスタの動画で載せればっぽーって提案してきて、サイちゃんも載せるみたいに言ってました。見てみたいですね。それで次はということで原部 T シャツの話になりました。恒例の小畑さんからの原部って何ですかっぽーの問いかけに、サイちゃんが亀と蛇がうんってなってるやつで、昨日よりさらに雑なピコ太郎みたいな説明をしてくれました。それで次はドットロンティーの話になって、フェイスタオルもあるということと、サイちゃんがゲームボーイの色を勝手にイメージしたと教えてくれました。なるほどですね。ここでこの日もあーちゃんがドラムのところでフェイスタオルを広げて見せてくれました。私もこの日はこのフェイスタオルだったので、広げて掲げさせていただきました。それで最後のご当地ティーの話になって、サイちゃんが昨日との違い分かったかなみたいに聞いてきて、会場から笑いが漏れます。それでカラーは変えなかった。だってテーマが決まってたから、あの浅草のやつでまた笑いが起きて、なのでデザインを変えて、昨日はバンドメイドのロゴ、今日はバンドメイドのシンボルマークにしました。で、会場から歓声が上がります。ドライメッシュ素材なので、ジム行くときとか、自転車乗るときとかにいいですよね。それでサイちゃんが、まあこんな感じでもろもろありますみたいに言ったので、小畑さんが最後の締めそれで大丈夫ですかぽーみたいに突っ込んでました。ここで後ろで遊んでた3人も上手の前に出てきてましたね。で、まだくじがあったということで、サイちゃんがそうそうっていう感じで、大当たりのビッグ提灯の話をしてくれます。6月にやったザ・ウォーニングちゃんとの対バンで、夏祭りをイメージして吊るしていた提灯ですということで、小畑さんが当たり出たらしいですぽーって言ってきて、サイちゃんが出たんですかおめでとうございますとか言ってた時に、会場の真ん中3列目くらいの人が思いっきり両手を挙げてまして、ステージも会場もおめでとうの大騒ぎみたいになります。で、サイちゃんがあれどうすんのとかって聞いたら、そのご主人様が家に飾るみたいに言ったので、サイちゃんが飾るのすごいじゃん、家が気になるとか、私たちの家じゃ無理みたいに言ってましたね。後で X 確認したら、この方小さい方の提灯も当ててるみたいで、どんだけ強運やねんって思いましたね。羨ましすぎます。それでサイちゃんが聞いたエピソード紹介したいですって言ってきます。みんなほっこりしたし、みんな愛に溢れてるって思った出来事があってって感じで話してくれます。大きさがわからないからと、物販のところに吊るそうとするところをマネージャーが見てたら、ご主人様お嬢様が集まってきて、これだからバンドメイドのファンはやめられないんだみたいに言ったっていうのをマネージャーから聞いて、みんななんでそんなにいい人なのって感激したらしいです。で、さらに続けてサイちゃんが、そこに集まった人たちがみんなでこれを勝ち取るぞおーってやってたってマネージャーが嬉しそうに急いで帰ってきて報告してくれたって教えてくれて、サイちゃんが会場の方に向かってやったんだろうとかめちゃくちゃ笑顔で言って、小畑さんがやってた人って会場に聞いてきてくれたので、そこに加わっていた私も含めて15人ぐらいが手を挙げてました。で、サイちゃんが楽しそうに嬉しかったしマジおもろかったって言ってくれます。小畑さんもさすがバンドメイドのファンだっぽねとか言ってくれます。で、サイちゃんが恵まれております、ありがとうございますみたいに言ってグッズの紹介は終わります。で、サイちゃんから今年最後ですよあの時間って言ってきて、小畑さんがやだな今年最後ってポーみたいに返します。それでサイちゃんから一人でやったらいいよみたいに言われて、小畑さんが一人ではできないポー、急にお台場とかで来るポーってやったら通報されちゃうポーみたいにボケてきます。で、小畑さんが今年最後のお時間がやってまいりましたポー、小鳩のおまじないタイムって叫んで会場から大歓声が上がります。するとここで民長がスマホを持って小鳩さんを撮り始めます。それで小鳩さんが説明してくれるのですが、では最後ということでインスタライブやりますぽ、全世界にこの萌え萌えキュンキュンが流れますので、その自覚を持っていきたいと思いますぽーって言ってきます。これってお名手様の中では知らない人のいないあの方が X でお願いしてたやつを実現させてくれたってことですよね。いやいや、小鳩さんというかメイドさんたち、スタッフの方たちすごすぎます。もう私も心が熱くなって泣きそうになりました。2024年最後のお給仕のおまじないタイムでやってくれるって本当に素晴らしいです。それで小鳩さんが萌え萌えって始めます。私も涙をこらえながら萌え萌えって返します。
で、キュンキュンでキュンキュンですね。で、何度かやったところで小鳩さんが、今までのは準備運動っぽね、今の何千倍もの空港まで届いちゃうくらいの声を聞かせてください、ぽーっと煽ってきて、萌え萌えキュンキュンの本番が始まります。それで、ご主人様、萌え萌えとか、お嬢様、萌え萌えとかやって、お嬢様のところではやっぱり可愛すぎて小鳩さんが萌えます。それで、1階席のご主人様、お嬢様、萌え萌えってやって、2階席の関係者の方も含めて、萌え萌えで帰ってきた萌え萌えが、確かに思ったよりも大きく帰ってきたので、小鳩さんも1階席も、おおおみたいになってましたね。で、全員で萌え萌えキュンキュンやるのですが、なぜか小鳩さんが、もういくつ寝るとか歌ってきます。で、そこはおまじないタイムに慣れているご主人様お嬢様なので、会場からは、お正月って小鳩さんの期待通りの返しをします。で、小鳩さんが、でもその前に、ジングルベール、ジングルベールって歌ってくるので、会場は、鈴が鳴るって返します。さすがです。で、なぜか、あーちゃんの誕生日も12月おめでとうぽーとか歌ってくるので、ここはうおーみたいな感じになります。で、あーちゃんがいきなり振られたので、確かなんか食べてたみたいで、慌ててそれをしまって挨拶してましたね。おまじないタイムはこちらもですが、メンバーも気が抜けませんね。で、小鳩さんが、あーちゃん、ハッピーバースデーぽーって言って、会場からも、ハッピーバースデーって返します。で、また、ちょっとおまじないタイムか何かわからない感じになってきます。あーちゃんの誕生日は14日なんで、まだ結構先なんですけどね。それで、あーちゃんへの誕生日のお祝いは終わって、また小鳩さんが、もういくつ寝るとって歌ってきて、会場からお正月って返したら、続けて、お正月にはバンドメイドって歌ってきます。これは会場は意表をつかれた感じになったので、小鳩さんは、お正月にはってまた歌ってきて、会場からバンドメイドって返す美しい流れがありました。で、来年も1年でバンドメイドって返します。もうあうんの呼吸ですね。で、最後、小鳩さんが、2024年もありがとうクルーポー、クルポーで会場は大歓声となります。それで本当に最後、ズキュン、バキュン、ドキュン、来年も空飛び、国越え、どんどん続くポー、萌え萌えキューンで2024年最後のおまじないタイムは終わりました。いやー、ものすごかったです。ということで、ここで2回目の MC が終わったわけですが、ここまででも相当長くなってきてますので、一旦ここまでで前半のレポートとさせていただきたいと思います。それではまた次回、後半に続きます。